皆様こんにちは。神戸街中散歩高谷でございます。私は今現在、新海地のところへ来ております。目の前ね、新海地の交差点ってなっているんですが、この真下が新海地駅になります。今回はですね、神戸といえば、神戸の中華街でね、手軽なものといえば豚まん、全国的にはね、豚まんではなくて肉まんというふうにね言ったりしていますけれどもね、それで今回その豚まんを神戸のねいろんなところで販売してますんで、そのね豚まんを、食べ比べをねしてみようかということで、今回、2店舗を巡ってみようと思います。それでは参りましょう。それで先ほどの豚まんという表現なんですが、なぜ豚まんというふうにね呼ぶかというと、関西ではお肉といえば牛肉を指しますんでね、肉まんといえば牛肉まんという形になってしまうんで、牛肉ではなくて豚肉を使うので豚まんというふうにね言うようになったということでございますね。それではこの新海地駅に一番近いお店へ向かっていきたいと思います。で、暑いんでね、まだまだこちらのね日陰を歩いていきたいと思います。なんか変な入り口に見えますね。こちらが、神戸電鉄のね港川駅じゃなかった新海地駅の非常出口になりますね。横断歩道を渡りまして、一つ目の信号ね、横断歩道を渡りまして、細い道のさらに奥の方へ進んでいきたいと思います。目の前ね、奥の方駐車場ありますけれども、この駐車場のね反対側が、こちらがね今回の、最初の目的地になります、春陽軒さんですね。春の、日差しのお店ですね。昔のね、表記がされてますけれどもね、それではね、中に入っていきたいと思うんですが、こちらね残念ながら今年の、10月もうほんのねちょっと前ですねに、豚まんの一つのお値段が120円から140円に値上がりがしてしまいました。それでも安いですけどもね。はい、それでは入っていきましょう。こちらね、豚まんの値上げのねチラシが貼ってありますね。お話しさせていただいてますのです。豚まん3ついただいてもいいですか。こちらのお店なんですけども、人手不足でですね、もう持ち帰り専門のお店になってしまったようです。昔はねここねすごくね料理とかが美味しいお店だったんですけどもね、これは時代の流れとして仕方がないんですかね。でね、豚まんとあとシューマイをね販売しておられました。ありますよ。でね、こちら3つ以上ね、購入すると、きちんとね包んでいただけるのと、ソースと味噌だれをねつけていただけます。いえ全く問題ないです。それだけ人気があるということなんで。はい、すいません。ありがとうございます。そうだ。この間ね、食べた時に味噌味がちょっと強くて、中身何が入ってるのかちょっといまいちよくわからなかったんで、なんか、玉ねぎってこちらなんか玉ねぎと豚ミンチ。玉ねぎってのは淡路さんのそうなんですね。ちょっと味噌味がちょっと普通の豚まん屋さんに比べるとちょっと強かったんで、ちょっと僕自身結構バカ舌なんで分かりにくかったんですけど、はい、わかりました。じゃあそのあたりもちょっと淡路さんの玉ねぎ使ってるということでご報告させていただきます。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。
はい、そうしましたらお店をね後にしまして、このね、次のお店が港川というね、ところよりさらに北の方、東山商店街の中にありますんで、まずはこの新海地商店街の方へ参ります。こちらが新海地商店街ですね。それで今はね平日でお昼ちょっと過ぎたぐらいなんで人はちょっと少ないですけれどもね、まあ昔はね、西の新海地というぐらいね人が多いところでございました。そうしましたらね、こちらの豚まん自宅へ帰りましていただきたいと思います。そうしましたら実食タイムということで、残念ながらね豚まんのねお値段が20円ほど上がってしまったんですけどもね、こちらね紙でくるんでくれて、これね今時珍しいね経木で豚まんをねくるんでくれてるんで、熱いままねくるんでくれててもべちゃべちゃでならずに済んでますね。で、3つ以上頼むとソースと味噌がね、ついてきますね。味噌だれですね。で、神戸の人たちは餃子をね味噌だれで食べるので、こちらね味噌だれが懐かしいのかもわかんないですね。で、重さは全体で 61.3g ほどございます。直径が約7センチ、高さがねだいたい4センチぐらいですかね。で、どうしてもね、人の手でくるんでるんで多少のばらつきは出ます。でね、温めるためにね、蒸し直しをしましたら少しね、グラム数が、大きくいうかね、増えてまいりました。全体で 66.9 グラムまでねなりました。で、それではね具の量を、見てみましょうかね。とりあえずね、豚まんを割りまして中のね具を見てみます。中の具はこんな感じで味噌のね味付けになってます。神戸の人間ね、先ほども言いました餃子もね味噌だれで食べるほどね味噌大好きなんでね、懐かしい味なのかもしれないですね。はい、これね見ていただければ中身がね、綺麗に取り出すことができました。本当はこんなことね、しない方がいいんですけどね、あんまりしたくはないんですけどもね。で、具の量が 14.6g になります。これがね、具の量がね多いのか少ないのかっていうのはねちょっとまだ全体的に見てないのでわからないですけれどもね。はい、でこのね、具を除きまして皮がね 51g ということなんで、皮の方が当然確率には多いのは多いんですけどね。はい、そうしましたら、具をね皮に戻しましていただきたいと思います。で、こちらのね新オーケーさん、後ろにね経木であるとか紙を貼ってません。ですので蒸し直しするときね後ろの薄皮がね剥がれるかもしれませんので気をつけてください。そうしましたらね早速いただきたいと思います。まずねこちら、ウスターソースと、味噌だれがついてきてますんで、こちらのね、ウスターソースと味噌だれを出したいと思います。豚まんをね食べられるときソースではなくてね、お醤油またはね、酢醤油で食べられる方おられるかと思うんですけど、こちらの豚まんはソースで食べた方がね割とね美味しくいただけました。それではいただきます。ソースをつけまして食べるとそのままだとね味噌の塩気がねちょっときついかなと感じる方もおられるかもしれないんですけども、ソースをつけるとね甘みが増しましてちょうどいい感じになるんですね。で、味噌が好きな人はねそのまま食べていただいても十分なんですけども、あとね付属のね味噌をつけるとおい味噌という感じでねさらにコクが深くなってまいります。小バエが多いですね。でね、この味噌がね食べれば食べるほどねどんどんと癖になるんですね。で、この豚まんの肉がねものすごく肉々しくてね、もう お肉を食べてるっていうね肉の食感がすごいんですよね。もう
だからハンバーガーのパティ、マクドナルドのハンバーガーの、パティね、あれを30で食べてるような感覚ですね。本当にお肉食べてるっていう感じでした。で、味噌のね、香りと風味と、あとはそのちょっとしたね、塩気が本当に合ってました。で、皮がね、ほんのり甘くて塩気があるんですね。なので余計にこの味噌だれっていうのがね、合います。はい、こちらね、新友慶さんでね。で、中身がこんな感じ。だからテカテカしてね、ものすごく美味しそうでしょ。で、新友慶の特徴といたしましては、大きさがね、7センチぐらいの手頃なサイズ。肉々しいね、肉の味と噛み応えが大満足でございます。淡路産玉ねぎがね、肉の旨味をさらに強調しています。1つ140円でね、かなりリーズナブル。で、3つからソースとね、味噌が、包装していただけます。でね、1つからでもね、販売はしていただけるんですけどね。で、旨味が強くて、あとね、甘みもありまして、塩味がちょっとね、若干強い。あとね、辛みが若干あるんですかね。もうそれだけでもね、十分美味しくてね、癖になるような、春陽慶さんの豚まんでございました。はい。では次にね、もう1軒目の豚まん屋さんに行ってみたいと思います。こちらね、港川商店街の北側になるんですけども、神戸新鮮市場のすぐ前あたりに来ております。で、場所はね、東山商店街の中にありますんで、こちらの港川商店街の若干戻りまして、神戸新鮮市場の中を通っていくんですが、本日ね、新鮮市場がね、お休みなんですね。なので、一旦ね、港川商店街までね、一旦戻ってから東山商店街の方にね、上がっていく形となります。それでは、行きましょうかね。で、ここから若干早送りで、行きますね。はい、ここからね、坂登るんですが、もともと港川でね、天井川だったんで、こんな急な坂道があるんですよね。で、この右側ね、お休みのところが今日は結構あります。シャッター閉まってますけどね、お店が入ってないわけではないんですよね。この日がお休みの日だったんですね。この右側の八百屋さん、めちゃくちゃ安いです。はい。でね、道路まで出まして、東山商店街の中へ入っていきます。で、入りましたらもうね、すぐに、豚まん屋さん、餃子専門店の総さんが見えてまいります。こちらのね、和菓子屋さんは割とね、安くて美味しいんですけどね。で、この左側、こちらが豚まんでね、美味しい、餃子専門店の総さん、こちらね、大阪にもね、出店があるようですね。で、1つから販売していただけまして、豚まん1つちょっと高くて170円ですね。こちらは持ち帰り専門です。そうしましたらね、すいません、自宅の方へ帰りまして、この豚まんもね、まず、美味しくいただきたいと思います。で、目の前の道がね、新海市へ行く道ですね。はい、それではね、実食タイムということでいただきたいと思います。餃子専門店総さんの豚まんですね。このようにビニールの袋にね、きちんと入れていただけます。別料金は通られないんでね。で、総さんの場合ね、このような、どのようにね、温め直したらいいかっていうのが出てきております。で、蒸し器を使うやり方と、あとね、簡単に電子レンジで温める方法もあるんですね。
で、こちらね、ビニールじゃないわ。プラスチックのね、容器に入ってきます。で、操作の場合はこちらね、和がし、からしですね、マスタードが、をつけてくれます。それと、操作のね、豚まんは、裏にね、経木がついてますんで、蒸し器で蒸すにしてもね、裏のね、薄皮が破れる心配はないのかなという感じですね。これがないとね、蒸し器で蒸すと、今度ね、取り出すときに薄皮が破れてしまいますからね。で、こちらね、温めなんですが、蒸し器とね、電子レンジとあるんですけど、蒸し器の方がね、美味しく仕上がるということなんで、今回はね、蒸し器で仕上げたいと思います。あとね、冷蔵庫で3日ほど、冷凍庫であったらね、10日ほど持つそうです。まあね、その当日で食べるのがね、食べることには越したことはないんですけどもね。はい。そうしましたらね、こちらの豚まんを蒸し器で温め直していただきたいと思います。それでは温め参りましょう。はい。じゃあ豚まんをね、蒸し器で温め中でございます。はい。操作のね、豚まんですね。重さが、全体で 84.1g あります。先ほどのところよりちょっと大きいですよね。で、大きさが8センチ。先ほどのところよりも約1センチでかくて、あと高さもね、これ1センチちょっと大きいです。それでは中身を見ていきましょう。こちらね、おなじみのね、醤油味の、肉種ですね。もう肉汁がね、滴り落ちてるような感じでね、めちゃくちゃ美味しそうな香りがしてました。では、具の量を測ってみましょうか。バラバラになってちょっと出しにくかったんですけどもね、経木の上に出させていただきました。はい、具の量が、こちらがね、26.1g なんで、こちらまで先ほどの豚まんに比べるとちょっとね、倍近くあるような感じなんですが、ただね、こちらね、水分がこちらの方が多いんでね、一概には言えないのかもわかんないですね。あちらは味噌で固まってますんでね。で、皮だけだと 58.6g で、やはりね、同じぐらいの重さぐらいですね。それではね、具を元に戻しましていただきたいと思います。なんだかんだしないね、後ろの薄皮がね、破れてしまいました。はい、それではね、美味しくいただきます。でね、食べるとね、肉汁と玉ねぎの甘さがね、まずガツンとくるんですよね。でその後肉のうまみがすごく出てきます。で皮もね若干ほんのり甘いんですね。操作の特徴といたしましては、大きさが8センチの手頃少し大きめで、淡路産の玉ねぎの甘みが肉のうまみをね増してるという感じね。で後から塩味が結構きます。で1つ170円、少し高いんですけども、これぐらいだったら許せるかなっていう範囲内ですね。でうまみと甘みが強い豚まんになってます。辛みはね全然ないですね。マスタードつけると辛みが出てくるんですけどもね、マスタードつけてちょうどいい感じのバランスになるんですかね。はい、今回ね神戸の豚まん豚まん屋さんをね紹介してまいりました。まず1軒目のね、新海地にあります、春陽軒さん、こちらがこちらになりますね。新海地駅からだいたい約3分から4分ぐらい。こちらね、あと、餃子専門店の総さんがこちら港川からだいたい10分ぐらいですかね。はい、今回の動画いかがでございましたでしょうか。神戸の豚まんを紹介してまいりました。神戸ね、豚まんまだまだたくさんねお店ありますんで、どんどんね紹介していきたいと思います。まだまだね神戸でね有名なお店っていうのは出てきてませんのでね、
今回の動画良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録と高評価、あとコメントいただければ大変嬉しいです。こちらね、新海商店が目の前ですね。はい、それではまた次回皆様とお会いできるまで。さようなら。